こんにちは、森の山ちゃんです。今回はリフォームの相見積もりについてお話ししていきます。リフォーム、それと注文住宅でも相見積もりってしてもいいのだろうかと悩んでる方って結構多いと思います。僕も今の家をリフォームするときは相見積もりをしたのですが、リフォーム会社さんに実は相見積もりにしたいんですが、と話すときはなんか相手に失礼なんじゃないかと思い、いろいろ悩みました。今回は同じように相見積もりについて悩んでいる人たちに向けた動画です。動画の内容はリフォームの相見積もりのメリットとデメリットについて、また僕が考える相見積もりをするときのマナーについても紹介をしていきます。リフォームや注文住宅の相見積もりについて悩んでいる方の参考になると思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。ちなみに動画説明欄には Web 上で、しかも無料でリフォームの見積もり依頼ができるサイトのリンクも貼ってあります。とても便利なサイトなので、よければこちらも参考にしてみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。でははじめにリフォームの相見積もりをするメリットを紹介していきます。僕は相見積もりには主に3つのメリットがあると考えています。費用の比較ができるので安心。理想のリフォーム会社に出会う確率が上がる。見積もりに気合を入れてくれて少し安くなる可能性がある。この3つです。順番に解説していきます。まずは1つ目の費用の比較ができるので安心ということについてです。ほとんどの人がよし、家のリフォームをしようと思い立った時に、あれそういえばリフォームっていくらくらいかかるんだろうと費用についての知識がないことに気づくと思います。住宅関係の仕事をしていればなんとなく大体の費用の想像ができるかもしれませんが、そうではない他業種の方はリフォーム費用は見当もつかないと思います。僕もそうでした。つまり消費者である僕たちはリフォームに関して圧倒的に情報弱者ということが言えます。こんな情弱状態でもしもリフォームの悪徳業者に出会ってしまったら、もうただただカモにされるだけです。そこで騙されないためにも必要なのはリフォームに関する情報、知識です。大体の方は情報を得ようとネットでリフォームの情報を検索してみると思います。水回りリフォームや外壁リフォームなど、やりたいリフォームで検索すると思います。ただ、これでもなかなか欲しい情報っていうのは手に入りません。なぜかというと、ネットに載っている情報は一般的というか標準的な情報ばかりだからです。例えばですが、キッチンリフォームをすれば50万円から200万円くらいですよみたいな、いやそれくらいの金額ではリフォームできるでしょうねみたいな情報ばかりが載っています。でも僕たちが本当に欲しい情報は、うちのキッチンはいくらでリフォームできるのっていう具体的な情報だと思うんですよね。けどこれは家の作りや建物の劣化具合でかなり変わるので、実際にリフォーム会社さんに見てもらってから見積もりを取らないとわからないことです。ネットでいくら検索しても正直わかりません。だから結局は情報弱者のままリフォームの見積もりを頼んでリフォーム施工をしてもらうことになります。もちろんほとんどのリフォーム会社さんは普通に依頼しても安心だとは思うんですけど、本当の一部の業者は悪どい商売をしているところもあります。こういったところに騙されないための武器の一つが相見積もりです。例えばこのように2社で見積もりを取ったとすると、その2社で費用の比較をすることができるので安心できます。似たような価格帯であればこの金額が相場なんだなと考えられますし、もしも両社でリフォーム費用に乖離がある場合は、工務店さんになぜこの金額なのか聞いてみることもできます。もしかすると施工方法による違いかもしれませんし、採用する設備や材料によるものかもしれません。このように複数の見積もりがあることでリフォーム費用の比較ができ、大体の費用相場を知ることができます。また、一社だけで見積もりをするよりも情報量が多いので安心感も得ることができます。このようにリフォーム費用の比較ができて安心してリフォームを頼めることが相見積もりのメリットの一つです。リフォームの相見積もりをするメリット2つ目は、理想のリフォーム会社に出会う確率が上がるということです。皆さんの理想のリフォームとはどんな感じのイメージでしょうか？なるべく安いところがいい、担当者さんと気が合うところがいい、おしゃれにリフォームしたいとか、いろいろな理想のリフォーム像みたいなのが皆さんあると思います。この理想のリフォームを叶えてくれるリフォーム会社をどうやって見つけるのかというのが、リフォームをする上で一番大きな問題です。リフォーム会社を探す方法自体はネットで検索するとか、知人に情報を聞いてみるとかいろいろあるんですが、そこで見つけたリフォーム会社が理想のリフォームを施工できるかというとまた別問題になります。なぜかというと、僕がリフォームの相見積もりをした時の話ですが、我が家のリフォームの打ち合わせの時に窓を全部新しくしたいという話を2社で相見積もりしていたので、その2社に同じく伝えました。その2社を分かりやすく A 社、B 社と呼ぶことにしますが、まず A 社が提案してくれたのは、窓を丸ごと新しく取り替えるリフォームでした。新築と同じ仕様になります。次に B 社の方では、内窓をリフォーム窓に取り替える提案をしてくれました。そこで
僕は A 社が提案してくれたような窓を丸ごと取り替えるリフォームがしたかったので、それを B 社に伝えましたが、なんか相手の反応はそういうリフォームはできないなぁみたいな反応でした。こんな感じで同じくリフォームを依頼するにも施工会社によって可能なリフォーム、不可能なリフォームというものがあります。こういうのは実際にリフォームの見積もりを頼む段階でするような深い話をしてみないとわからないことが多いと思います。なので一社だけで見積もりを取ると、いやうちの会社ではこういうリフォームできないからみたいな感じで理想のリフォームができない可能性があります。相見積もりにはこういうリスクを抑え、理想のリフォーム会社に出会う確率を上げるというメリットもあります。リフォームの相見積もりをするメリット3つ目は、見積もりに気合を入れて少し安くなる可能性があるということです。これは正直実際に安くしてくれるかはリフォームの担当者さん次第ではあります。ただ、もしも僕がリフォームの担当者だったとして、お客さんから実は2社で相見積もりをしてましてと伝えられたら、多少安くしてなるべく自分の会社で施工してもらいたいと考える可能性もあるんじゃないかなと思います。リフォーム会社の方針や担当者の性格にもよると思うので絶対とは言いませんが、こういうメリットもあるのではないかなと感じています。はい、では次にリフォームの相見積もりをするデメリットを紹介していきます。デメリットも3つあります。リフォームの相見積もりをするデメリットは、時間が余計にかかる、リフォームを断りづらい、嫌がられる可能性があるです。順番に解説していきます。相見積もりのデメリット1つ目は時間が余計にかかるということです。リフォームの相見積もりをすると1社で見積もりをするよりも余計に時間がかかります。これは単純に複数の会社で見積もりを取るということは、同じ説明や打ち合わせを複数の会社でしなければならないので、2社ならば2倍、3社ならば3倍の時間がかかってしまいます。これは僕たちも体感しましたが、リフォームの見積もりには仕事終わりで向かったり、休日に打ち合わせをしたりします。これが結構大変なんですよね。自分たちの時間が削られるので、相見積もりをするデメリットだと言います。相見積もりのデメリット2つ目は断りづらいということです。相見積もりをするということはいずれは1社以外の全ての会社を断る必要があります。これがちょっと心理的ハードルが高いです。リフォームの打ち合わせというのは結構な時間を費やします。それで担当の方と話をしていくうちに、ある程度は親近感のようなものが出てきてしまいます。これが厄介で、リフォームを断るときは申し訳ないなという気持ちが出てきてしまい、ものすごく断りづらいです。僕もリフォームを断るときはすごく緊張しました。断るときは心を鬼にする必要がありますので、これもデメリットの一つです。相見積もりのデメリット3つ目は、そもそも相見積もり自体を嫌がられる可能性があるということです。少しリフォームの見積もりをする側の人の気持ちを考えてみましょう。リフォームの見積もりを出すには何回も打ち合わせをしたり、いろいろ調べ物をしたりなど時間がかかります。そんな時間がかかる見積もりを、実は今10社で僕たち見積もりをしてましてなんていうお客さんに対してやりたくないですよね。うちの会社で施工する可能性が低いのに、見積もりなんかに時間を費やしたくないと考えるのが普通だと思います。なので最初から相見積もりを受け付けないというリフォーム会社もあると思います。次に相見積もりの時のマナーについて紹介します。僕が考える相見積もりの時のマナーは4つあります。1つ目が初めに相見積もりだとちゃんと伝えるということ。2つ目は相見積もりは多くても3社、できれば2社に抑えるということ。3つ目は打ち合わせは多くても3回以内に抑えた方がいいということ。4つ目は不当な値下げ要求はしないということです。まず1つ目の初めに相見積もりだと伝えるということですが、リフォームの見積もりを取ってもらうときには、施工会社さんに初めに相見積もりだと伝えた方がいいです。施工会社さんも忙しい中で皆さんのために時間を取ってくれています。情報は後出しにせず、初めに伝えるのがマナーだと思います。しっかりと担当者さんに相見積もりだと伝えましょう。次に2つ目ですが、相見積もりは多くても3社、できれば2社にするということです。あまりに多くの会社で相見積もりを取るのはマナー違反だと思います。例えば5社で相見積もりをしていた場合、見積もりを出す会社としては自分のところで施工してくれる可能性が低いのに見積もりに時間を割かなければならないので、正直やりたくない仕事だと感じると思います。できれば見積もりを頼む段階では2社に絞るのがいいです。多くても3社ぐらいが妥当な範囲だと思います。相見積もりの時のマナー3つ目は、打ち合わせは多くても3回以内に抑えた方がいいということです。リフォームでは何回も打ち合わせを重ねて自分たちのプランを練り上げていくことが必要になります。しかし相見積もりの段階では断る可能性のある業者さんにあまりに多くの時間を消費させてしまうのはマナー違反だと思います。強い言い方をすると、相手にタタ働きをしてもらっているようなものです。なるべく少ない打ち合わせ回数でどこの施工会社さんにするか結論を出しましょう。4つ目は、相見積もりを利用して不当な値下げ要求をするのはやめましょうということです。値下げをしろ
ということは、相手にあなたの仕事はそこまでの価値がないので、もっと金額を下げてくださいと言っているのと同じようなものです。無理な値下げ要求をするのはマナー違反だと思います。相見積もりで比較することで大体のリフォームの相場はわかると思うので、もしも値下げをしてもらいたい場合は、自分たちの予算を伝えて、この予算内でリフォームをしたいのですが、何か方法はありますかなどと伝えた方がいいと思います。そうすることで、じゃあ設備を変更しようとか、方法を変えてみようなどのアイデアを出してくれると思います。もしかしたらそこで単純に値下げをしてくれることもあるかもしれません。不当な値下げ要求はせず、自分たちの予算や希望を伝えることで理想の見積もり金額に近づけましょう。ここまで相見積もりのメリットとデメリットについて解説してきました。リフォームの時に相見積もりをした方がいいのかどうなのかというと、個人的には相見積もりはするべきだと感じています。理由は多少のデメリットがあったとしても、基本的には家を買う消費者側が圧倒的に情報弱者なので、相見積もりという武器を使って少しは対等に戦えるようになった方がいいという考えているからです。リフォームは何百万円、人によっては1000万円を超えるような大きな買い物です。後悔しないためにも相見積もりという武器を使うことを僕はお勧めします。では今回の動画は以上です。少しでも参考になったよという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。